こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回は格安 LCC を利用しまして降りた空港は宮崎ブーケンビリア空港となります。日本国内にはたくさんの空港がありますが、鉄道の駅と距離があってシャトルバスなんかを利用しなければならない空港も多いですが、こちらブーケンビリア空港は鉄道の駅が連接している空港となります。ホームは1面2線の小規模な駅でございますが、見えてる車両が787系延岡行きの特急ヒューガとなります。この列車特例がありまして、特急券なしでも数駅先の宮崎までは普通の切符で乗ることが可能です。あと青春18切符でもその区間は特急券乗車券がなくても利用できるということになっております。先ほどの特急に乗車してもよかったんですが、次の各駅停車を待つことにいたしまして空港の周りを見ております。この宮崎はやたらとヤシの木が道路沿いに立っておりまして、町や地方自治体ぐるみで南国ムードを演出していると、そういった感じがいたします。あと旅をするにあたって飛行機を利用しますと、鉄道の駅が隣接している空港が非常に便利で、最寄り駅までシャトルバスで1時間もかかるような空港はやはり利用しづらいというのがございます。では各駅停車の延岡行きでしたでしょうか、817系の列車に乗りまして、わずか1駅だけですが田吉駅で下車。移動距離はわずかに 1.4 キロ、空港の飛行機が肉眼で確認できるほどの距離の移動でございます。ここで日南線に乗り換えまして、この田吉からは数えて6つ目の駅が青島となりまして、今回はこちらの青島神社に向かってみたいと思います。16時6分発の普通列車の志布志行きに乗ります。切符の方はこんな感じで特急券と見間違うような立派な切符でございます。さて、待ち時間が少々ありましたので飛行機でも撮ろうかとカメラを構えておりますと、飛行機は現れず、その代わり特急列車がやってきましたので撮っておりますと、この列車ホームよりも有効長が長くて踏切を塞いだような形で停止しております。単線ですのですれ違いが行われるわけですが、この先頭の車はおそらく5分少々待っていたというところでございまして、なかなか都会では見れない光景でございます。路線の方の紹介をいたしますと、宮崎空港線は空港から田吉までわずか 1.4 キロの路線でございまして、そこから折り返すような形で日南線に乗り換えます。木花を過ぎましてしばらくしますと海沿いを走りまして、6駅目が青島となります。乗ってる車両はディーゼルカーキハ40系、まもなく製造から50年ほど経つ、なかなか味のある車両となっております。速度はだいたい50キロほどで走行しておりまして、かなり揺れがひどいですが、これはこれでなかなか味わい深いというところが個人的な感想でございます。若い頃電車に乗るときに最新式の列車が来ると嬉しかったものですが、年を重ねることにその発想が逆転してしまいまして、今ではなぜか古い車両が来ると嬉しくなり、最新式の車両が来るとちょっと残念な気持ちになるのはなぜでしょうか。それはさておき、こういった古い車両には少しでも長く活躍してもらいたい、そう思う次第でございます。九州のこちらキハ40系のカラーリングはちょっと変わっておりまして、前方の車両の黄色い方が日南線専用になっておりまして、後ろの白地に紺のラインが入ったのは九州全体で使われているカラーリングとなります。
では田吉からは6駅目、20分ほどの乗車で青島駅に到着です。こちらも宮崎県らしくヤシの木がたくさん生えている、そういうロータリー駅前になっております。駅前から伸びるこちらの道がいかにもこっちに行ってくださいというような道になっておりまして、一応青島というのは九州本土からほんの50メートルほど行った島のようになっております。こちらまではだいたい歩いて7、8分、1キロないような距離になっております。島の手前には黄色いポストがありまして、これは幸せの黄色いポストと呼ばれて地元民に親しまれている、そういうポストとなっております。それで海の方を見てみますと、対岸にあるのが青島となりまして、橋が1本かかっておりまして、この橋を弥生橋と言います。この橋に向かって左側が青島海岸と呼ばれる砂浜になっておりまして、反対側が日南市、あるいは日南線の終点志布志の方角となります。振り向きますとこんな感じになっております。では弥生橋を少し進んできました。こちらが鬼の洗濯板と呼ばれる、何と言っていいんでしょうか、波の力によってできた岩というふうに言うしかないんですが、この青島全体を取り囲むようにしているというところですが、そういう表現よりもこの鬼の洗濯板の岩の上に島が形成されていった、そういったイメージに感じました。さて、橋を渡り終えまして案内がありましたので説明書きを読んでみますと、およそ600万年かけて波によってこちらの板が形成されていったということでございます。すぐお隣の案内板がこちらになりまして、日本神話の海幸彦、山幸彦の物語の舞台がこの辺りだということでございます。兄の海幸彦の釣り針を借りた弟の山幸彦はその釣り針をなくしてしまい、探し回った結果、ある人物に綿摘みの狼に相談しなさいと勧められ、当時綿摘みの宮というのがこの青島にあったようなんですが、そこに向かいまして綿摘み狼の娘豊玉姫と結ばれるということになりまして、この夫婦の孫が初代天皇の神武天皇となったということでございます。一応系譜で解説しますと、日本の高祖神とされる天照大神の孫にあたるのがニニギの御事という方で、この方とこの花咲夜姫というのがこの地域の木花のあたりがゆかりのある方だと思われますが、この夫婦の息子が海幸彦、山幸彦の兄弟で、山幸彦の息子が宇賀谷吹谷津という方で、そのさらに息子が神山と岩れびっ子という名前の初代天皇神武天皇ということになります。では神社の境内の方に行きましょう。青島は島全体が密林ジャングルみたいな感じになっておりまして、このような建物の配置になっております。手前が拝殿、奥が本殿、祭神の方は山幸彦と嫁の豊玉姫ということになっております。拝殿左にありますのが石と書いて磯と読みますが、磯神社。こちらのご祭神はニニギの御事とこの花咲夜姫ということで、山幸彦の親にあたる方になります。反対の右側には綿摘神社ということで、豊玉姫の親である綿摘狼が祀られております。ここにはちょっと変わった重軽石というのがありまして、持った時に軽いと感じたら願い事が叶いやすい、
重いと感じた場合は逆に叶いにくいということでございます。この重軽石のところからこちらの方向に進んでいきますと、このようなうっそうと茂った密林の中に小道が現れてきまして、ここには絵馬がたくさん飾られておりまして、なんかこうすがすがしい雰囲気のいいところで、ここを祈りの小道と言います。さらに進んでいきますと、ちょっと邪魔な木がありますが、かいくぐりまして進んでいきますが、この奥に本宮がございます。本宮なので同じく山幸彦と豊玉姫を祀っているということになりますが、この奥に10箇所なるものがございまして、正面の奥にある岩坂に向かって丸い瓦のようなものを投げ込んで、その際に小声でお願いをするということになりますが、それで岩坂に入れば心願成就、割れてしまうと開運厄除という、どちらにしても外れなしというご神事となっております。私も一つやった後に撮影用にもう一回やってみましたが、1回200円ということで400円の出費でございます。一応ロシアとウクライナとかイスラエルとパレスチナとか、戦争が終わるように、世界が平和になるように祈ってまいりました。ということで青島神社の紹介でした。列車の待ち時間が割とありますので、この青島の島の周りをぐるっと一周してみまして、この日は日向市のホテルを予約しておりますので、そちらの方に向かって帰りたいと思います。それにしましても、この鬼の洗濯板、なかなか理を整然と並んでおりまして、人工物に見えなくもないんですが、どうやら波の力によってできた自然の造形物のようでございます。あとこちら青島海岸は太平洋に面しておりまして、割と大きな波が来るということで、サーフィンの聖地としても知られているようでございます。ということで最後までのご視聴ありがとうございました。